はい、皆さん、こんにちは。はい、風鈴解析超入門、世界一わかりやすい、基礎概念講座ですね。まず、はじめにということで、お話をしていきたいと思います。はい。はい。ここにですね、フランス革命時のナポレオンですね。まあ、皆さんもですね、よくご存知のですね、フランスのヒーローとまで言われた人ですね。まあ、超有名な方ですよね。ナポレオンを知らない人はいないんじゃないでしょうかね。はい。フランス革命期ナポレオンですね。なんとですね、幼少の時からですね、大砲のですね、弾道軌道ですね。この計算をする数学者です。数学者であったということはね、あまり知られてないんですね。あまり知られてないですよね。ですから、ですね、数学の計算が正確であればあるほど、砲弾が帝国に命中し、戦争に勝っていくと。ね。そしてカリスマとして政治に祭り上げられ、皇帝まで上り詰めたというのが正しい、見解ではないでしょうかね。はい、ですから、大砲ですよね。昔の革命時のこういうね、今のとちょっと違うんですけど、こういう砲弾ですね。弾を詰めてドンと飛ばすと。ね。でもそのフランス革命ですよ。1700年ぐらいの時ですね。こういう数学が発達したということですよ。ですから、ね、こういう軌道、ね、弾道、どこまで着地するか、どこまで行くか、どういう放物線を描くか、そういう計算ばかりやってた人ですよ。怖いですよね。ね、敵国に、ね、ね、これが正確であればあるほどですね、当たっていくわけですよね。この大砲の精度が良くなると。ね、そうすると当たっていくと。ね、弾道軌道。ね、ですから、これが1キロ、2キロとかね、距離離れててもですね、どんどん当たるわけですよ。ね、精度が高いと。ね、味方はですね、何もね、被害を負わず敵国にバンバンね、えー相手のね、砲弾とかね、船体にね、ぶち当たっていくわけですね。相手を打ち負かすということですね。そういう意味でですね、ナポレオンはですね、その数学によってですね、成功した人ではないかということですね。数学者。えはい。そしてですね、今回、風鈴解析のお話を展開していきますけれど、風鈴解析、風鈴急須ですね。それを唱えたですね、風鈴さんは、ナポレオンの友人でもあった。幼少の時からですね、付き合いがあったと言われていますね。はい。そして彼が、皇帝まで行ってですね、上り詰めて、そこからエジプト遠征。その遠征にですね、えーまあ、フーリエ、ナポレオンです。ナポレオンはですね、命令してですね、友達のフーリエに命令して、随行してくれということで、その、随行団ですね。ですから、フランスの先端のですね、科学者、物理学者、数学者、それからエンターテイナーをやる人とかですね、いろんな人を巻き込んで連れて行ったわけですね。え大遠征ですね。船に乗ったりね、していくわけですけどね。とにかく、フーリエはナポレオンの友人であった。ね、それでフーリエ解析というのを唱えたんですね、フーリエさん。どんな複雑な波、この時間軸ですね。時間。でも、周波数軸に移行したときに、
こういうふうにきれいなサイン波、もしくはですね、コサイン波。サイン波の90度遅れたのをコサイン波と言いますけれど、まあ、どちらにしてもですね、きれいな波ですよ。制限波。きれいな波。きれいな波に分解できる。これを分積というんですね。分積。きれいな波に分析すると。分析。はい、ですから、これを統計学でですね、母集団というんですね。母集団。マトリックスと言いますね。ですが、これとこれとこれを合わせたのがこっちですね。ですから、どんな複雑な波も単純な波に分解できますよと。で、ここにですね、周波数7、どのくらいの量が含まれているかも分かりますよと。ね。ね。こう、親が子に分かれて、ね。子に分かれて、なお、子の、ね、どのくらいの量が分かるか、ね。どのくらいの量があるかというのを分かるわけですね。ですから、これとこれとこれを足したのがこれです。ね。これを分解したのがこの子供ということですね。ですから、どんな複雑な問題、どんな複雑な波も単純な、ね、小さく分ける。どんな複雑な問題も単純なものに分けて分解していけば答えが出てきますよという話です。どんな複雑な波も解決できる。ね、それがフーリエ解析ですね。で、エジプトの遠征とかですね、いろんなところですね、まあ、宴会もあったでしょう。ね、そういった時ですね、夜な夜なですね、科学者たち集まってね、いろんな話をするわけです。ね、そうすると、フーリエがね、どんな複雑もな、ね、ことも、解決できるよと。ね、と言って、ナポレオンはですね、どんな問題も解決できるのか。つまり、私に不可能なことはないのだと、世に不可能な事象はないということを言ったかどうかですね。言ったかどうか。まあ、ですから、世に不可能な事象はないという言葉は残したんですよね。彼が、ナポレオンにこの話をしっかりしたかどうか。まあ、しかし、夜な夜なですね、この友達、友人関係ですんでね、いろんな数学者が数学の話を、彼は好きだったらしいですよね。数学の話が。とにかく、この二人とも。ですから、そういう意味でね、そういう雑談とかいろんな中でね、こういうね、話をナポレオンに伝えた可能性はあると思いますね。この逸話がね、まだ実際はないんですけどね、事実としてね。でも、仮説としてはね、非常に可能性が高い、エピソードとなります。はい。まあ、ナポレオンとフーリエがね、友人関係であった中でですね、ナポレオンに深く影響した男がフーリエではなかっただろうかということになります。はい。今回、フーリエ解析を、まあ、お話しするにあたってですね、まあ、フランス革命時、動乱ですね。混乱、ぐちゃぐちゃな時ですね。有能なですね、数学者、物理学者が台頭してきた。ね。ナポレオンも数学者ですからね、そういったところで、混乱の中にですね、法則が生まれてきたと。素晴らしいですね。ベーズ、ベーズ統計学、今、書籍にですね、ベーズ統計いっぱい出てますよ。人工知能の元と言われてるんですね。なぜか。ね、また、数学者で神学者。まあ、牧師さんと言われる。牧師さん。牧師さんですよ、牧師。
仏教ですと僧侶ですね。僧侶。お坊さん。牧師さん。牧師さんですよね。牧師さんで数学者。で、ベーズの定理というのがですね、この彼が亡くなった後に、このラプラスさんがですね、ベーズの定理を発表したんですね。このラプラスさんも数学者で、このナポレオンと、フーリエの先生だったと。偉い人ですよ、先生。先生だった。ね。で、ベーズの定理っていうのはですね、この引き継いだベーズの定理が、ね、ベーズの定理、このラプラス、ベーズの定理というのは、ベーズという名前がありますけど、実際はラプラスが作った定理ではなかっただろうかと言われています。ね、そしてその、ね、先生の影響を受けて、ね、風鈴解析、弾道、軌道の計算、ナポレオンですね。ナポレオン数学者。まあそういう関係ですね。こういう流れがあるんですね。そして、今回の風鈴解析の冒頭からお話すオウムの法則というのが出てきます。はい。ね、これは、フーリエの弟子、だと言われていますね。そうやって、こういう流れがですね、すべてつながっていくというお話です。まあ、ぜひ、この風鈴解析を通してですね、まあ、ぜひ、まあ、確信をですね、理解していただいて、まあ、ワクワク感、期待感を持ってですね、講座に臨んでいただければ大変ありがたいです。以上です。